こんにちは。お元気ですか？今日は7月12日の土曜日ですね。早いな、もう7月半ばに迫ってきてますね。ここ最近はちょっと前の真夏のめっちゃ暑さから少し暑さが一回緩んだっていう感じがして、少しだけ過ごしよかったような気がします。まあエアコンはねしっかりかけてましたけどね。いやなんかちょっと2025年も後半戦に差し掛かってきましたが、ちょっとここのところ少しなんかこう疲れた気がしますね。ちょっと休みたいなみたいな。いやお前一日中家にいて引きこもってるのに休みも何もねえだろうって感じなんですけどもね。一応自宅で引きこもりつつパソコンはいじっておりますので、一応それで収入を細々と得てますのでね。ただそれをね、お休みっていうものがないのでやっぱ疲れちゃうのかなっていう気はしますね。会社勤めと違って好きな時間にやれるっていうのはありますけれども、基本的に起きて飯食ってとかそういうもの以外はしてますので、パソコンいじってますので、とはいえね、とはいえ1時間とかやると疲れるんで、一回そこで休憩入れてベッドにゴローンってなったりとかするので、休みながらやってるとはいえ、なんかこうちょっと最近疲れたなっていう感じですね。出かけたりとか遊びに行ったりとかそういうのもないし、ちょっとリフレッシュっていうもの自体がないからかもしれないですね。人に会ってないのでね、まず。家にいて楽っていうのはあるんですけどもね。とはいえ、休みというものがないっていうのもね、一日なんか出かけたとか、一日ゴロゴロしたとかね。それに近いような気がしちゃってますけど、家にいるので。でもちょっと疲れたなみたいな。なんかもうすいません、もう今日ねもう喋る内容がもうないよ。本当になんかもう脳みそも動かないっていうか、ちょっと疲れたなみたいな。ちょっとねずっと家にいるのに疲れちゃうことも罪悪感なんですけど、なんかこう体力的にっていうか、なんかもっと講義で広い意味でなんか疲れたなみたいな気がしましたね。なんかもう何もしたくねえなみたいな。多分明日にはそれも治るのかもしれないですけど、今日もねちょっとこうふてくされた後にちゃんとパソコンを開いてやりますけど、もう今日もね1時間くらいはなんかやりましたけど、なんかねいろいろあの日々のさじもあったりとかして、ちょっとめんどくさいなっていうのがすいません、今日めんどくさいなしか言えないかもしれないんだけど、動画アップする意味あんのかなと思ったんですけど、とりあえずこの習慣にしてるこれは内容がたとえ一点であろうが続けることに意味があるかなと思って、ちょっとね今日はグダグダなまま動画をアップしております。もしかしたらね今日は積極的怠惰というかね、生産的な怠惰を入れてこの後セブンイレブンに行って、そういえばスムージー飲みたいなと思ってまだ飲んでなかったなとか思ったんで、スムージーでも初めて買って飲んでみようかななんて思ったりしましたね、気分転換に。スムージーっていうかね、感覚的にはシェイクみたいな感じでなのかなって思ったりとかしますね。去年の10月11月か、セブンイレブンでスムージーやってるんだって気がついた時にはね寒くなり始めてたんで、ちょっと今飲む感じじゃないなと思いつつ、あったかくなったら飲もうと思っててね、もう真夏に突入しておりますっていう感じですね。なんかもうどうしよう、なんか一応ちょっとお話っぽいことは喋りたいなって思うんだけど、ここ最近って思ったこととかは、ちょっとまた昔ネタ、昭和ネタになっちゃうんですけど、なんかこう
YouTube とか見てて、そういえば昔ってそういうだったよねとか思い出したことがあるんですけども、シートベルトとかですね、車のね、今シートベルトって当たり前じゃないですか。でシートベルトしてないとすぐ捕まっちゃうしっていうのもあって、もうシートベルトするのなんて当たり前じゃないですか。もちろん安全のためでもありますけども、シートベルトしてないとね、おまわりさんに呼び止められちゃうっていうのも当たり前になりましたよね。でもあのまあなんだあれ、いつからでしたっけ、シートベルト絶対しなきゃダメだよってなったの。私が大人になる頃にはもうなってたかな。自分で車運転する頃にはなってたかな。どうなんだろう。でも昔はね、シートベルトイコールしないのが当たり前っていう時代があったんですよ。今の人たちからすると信じられないかもしれないですけれども、シートベルトなんかして車に乗ってたら何お前シートベルトなんかしてんのみたいに言われる時代があったっていうのがね、我々アラフィフ世代からするとそんなん当たり前。子供時代はシートベルトしてる大人なんか見たことないっていうか、いない状態で過ごしてて、シートベルトなんてお飾りで車についてるくらいなもんだったんですけど、それがね今では当たり前なんですよね。なんかこの変化すごくないですかみたいなね、社会のルールの変化なんですけどね。そのシートベルト関連で思い出したら、今飲酒運転なんてめっちゃダメじゃないですか、当たり前に。で昔からもちろん飲酒運転ってダメだったんですけども、私が20代の頃とかは捕まらない程度には飲んでるっていうのは意外と普通だったんですよね。今だったらちょっと一杯でもお酒飲んで車運転したらお前犯罪じゃんみたいな、お前何かあった時どうすんだよみたいな、お前マジで人の命を奪うことになるんだぞ、お前それ犯罪じゃんみたいな風潮って結構あるじゃないですか。もちろん過去にね、その飲酒運転でこういう事故があって悲しいことが起きましたっていうことももちろんあった上でのそう当然の考えではあるんですけれども、それでも昔はね、酔っ払ってなければ運転 OK みたいな風潮がちょっとあって、多分ねおまわりさんに捕まってはーってやってもちょっとだったら見逃してもらえるっていうことがあった時代なんですよね。である時からどう厳しくなったのか忘れちゃったけど、もう一杯でも飲んでなんかもうすごい厳しくなったんですよね。でかくいう私も20代の頃とか私体質的に結構お酒は強い方だと思うんですね。だから一杯とか飲んでも全然酔っ払わないわけですよ。だから今日車で来てるから一杯だけねみたいな感じで一杯だけ飲むのが普通に飲んでた時代があったんですよ。それも今からすると考えられないですよね。お前酔っ払わない体質だから一杯だけ飲んでも OK とか誰もそんなこと考えないですよね。一口でも飲んだらお前それ犯罪だぞぐらいの風潮ってありますよね。でもちろんそれって正しいことだと思うので、この一杯しか飲まないんだったらゼロ杯でいいじゃんみたいなね、そういう風潮あのあのなんかね、今から思えば当時の自分にもね、一杯でも飲みたいっていう気持ちはわかるけどみたいなね。ただ同時にね、その頃からノンアルコールビールっていうものも出始めたので、なんていうかみんなでわーって飲み会の時とかになんとなくみんなの気分を害せずってほどじゃないんだけど、なんか雰囲気を壊さずにちょっと乾杯ってやる時もノンアルだとなんか味も同じだし、ただ酔っ払わないだけなんでいいなっていうのは思いましたね。特にねお酒強い人からしたらね、ノンアルであろうが普通のビールであろうが一杯飲んでも多分あんま変わんないんですよ。ただ、もちろんね本人は全然変わんないと思ってても本当に自分では知覚できないくらいのレベルでその 1% でも何かが変わってるっていう部分はもちろんあるかもしれないし、なんかちなみになんですけど、私の感覚だとビール一杯とかだと逆に
キーンってこう感覚が研ぎ澄まされる感じがあって、あの車を運転する時はもちろん飲まないですけれども、なんかの勉強をする時、資格の勉強とかする時とか、あとはトイックの勉強とか、何かしら大人になっても勉強する機会ってあるじゃないですか。そういう時にビール一杯飲むと集中力が増すみたいのがあって、こうなんていうかキーンと頭が冴える感じがして、酒飲みながら勉強してたっていうのはありますね。もちろん体調が疲れてる時とかはね、逆にグダーってなっちゃうとは思うんですけども、体調が普通に調子がいい時とかはビール1本くらい飲むと、なんかこう逆にこうパキッとこう頭が冴え渡る感じがしましたね。もちろん2本3本の飲んだらちょっといい気分になっちゃうんで、それはダメですけど、そういう感じで、車で言うとシートベルトとか飲酒運転の場がすごい厳しくなったとかね、そういう世間一般の、ルールもそうですけど、人の考え方とか常識も変わってきたなっていうのはね、すごい昭和と、昭和もしくは平成と今だと全然違うなっていうのは思いましたね。昔はシートベルトなんかしてないっていうのが当たり前で、今ではね、後ろの席でもシートベルトしなきゃいけませんっていうね、そういう厳しいルールになってますもんね。それによってね、罰則じゃないや、事故とかがね、事故が起きてもお亡くなりになる事故とかが減ったりとか、そういうのはあると思うので、いいことなんだろうなっていうふうにもちろんね思いますね。それで言うとね、そういう感じのことで言うとタバコもそうですよね。昔と違って金額的にすごいタバコの値段がすごい高くなってる、ほぼ税金でしょうけどっていうのもありますし、値段が高くなったことによって吸う人が減ったっていうのはね、それはありますよね。ちょっと一般人の人がこう吸い続けるには、もう家計を圧迫し続けてでもそのタバコを吸いたいっていうくらいの気概がないともう吸えないくらいの値段ですもんね。昔はね、タバコなんて大人になれば逆に吸うのが当たり前くらいの風潮だったんですよ。だからタバコイコール害があるものとか言うんじゃなくて、大人のたしなみくらいのね、あとはちょっとした気分転換とか、あと間を持たせるための道具とかね、だから仕事の合間とか会議とかね、そういう時でさえ普通にオフィスとかでタバコ吸うの当たり前だったんですよ。分煙とかない時代ですから。オフィスとかって言ってる、まだその頃私は子供ですけど、私が大人になってからも一部の会社では分煙がされてないところはあったと思います。分煙って言いつつ、自分のデスクの席にちゃんと一個一個みんな灰皿持ってて、プッカプカ吸いながら書類なんか見たりとか、そういう時代があったんですよね。それびっくりじゃないですか、今からすると。でしかも私が高校生の頃くらいまでは電車にも確かね、タバコが設置されてたんですよ。ボックス席とかの端っこにパカって開けるタバコの灰皿のありましたよね。あれとかあって、でちなみにね、こうボックス席じゃない普通のこう横にこう横長のシートとかでも灰皿ないとこでもタバコ吸ってるの普通だったんですよ。で今だったらなんて非常識なおいみたいな感じじゃないですか。でも昔は結構それが普通で、当たり前にタバコを吸ってて、煙をくゆらして、そのタバコの灰とかも電車の床のところに普通にパッパって落ちてる、それが普通だったんですよね。今から思うとちょっと考えられないですよね。ですごい思い出としてあるのが、私が高校生の時電車で通ってる時に、いつも乗る車両って大体同じになっちゃうじゃないですか。でいつも乗る車両にね、結構強いタバコ、匂いとかが強いタバコを吸ってるおじさんがいて、私なんかそれで臭いなと思いつつ車両とか買えなかったのは、他の車両でもタバコ吸ってる人いるし、そもそもね、電車の中イコールタバコを吸ってるおっさんがいるって当たり前のことだったんで、もうそれを避けようっていうアイデアすら出てこなかったみたいなね。
もうその世の中の風潮に洗脳されてるというかね、それが普通だと思ってたんで。そうそう。でもね、多分ね、そういう強いタバコの匂いとかそういうのを嗅ぎ続けたから、私タバコの匂い苦手になったのかもしれないなっていうのはありますね。その電車の中とか、あと子供の頃とかもね、大人のっていうか、人の車、自分家の車もそうなんですけど、車乗るとすごいタバコの匂いが染みついてるのって結構普通だったんですよ。だからちょっと長距離乗ると気持ち悪くなっちゃったりとかね、そういうのがあってね。だからまあ私大人になった時そんなにタバコ好きではなかったですけど、それでもなんか経験としてどんなのだろうと思って吸ってみたりとかするじゃないですか。あ、なるほどねと、ちょっと確かにふスーッとして落ち着くなとか思って、リラックスしたりとかするツールとしてはいいかもなっていうのはありましたね。ただ中毒性があるっていうのはね、もちろん知ってたので、これで中国中毒になってしまったら、それをやめたりするのにまた労力を要するし、中毒になるっていうことはもう吸わずにはいられない飢餓状態みたいな感じになるし、それを自制したりコントロールしたりするのにも労力とか時間を要するし、あんまいいことないなと思って、中毒になってしまったらコスパ悪いなと思って、生きる上でのコスパ悪いなと思って、体にも悪いしね。だから中毒にならないように、別になくても生きていけるなと思ったので、癖にならないように吸わないようにはしましたね。ただすごくこうお酒いっぱい飲んだ時とか、ちょっと気分転換にとかはたまに人からもらってね、一服だけ癖にならないように気をつけながらね、ちょこっとだけ吸うとかね、そういうのはありましたね。まあそんなことはあったけど、今の金額だったら、私が若者だった時、今のタバコの金額だったら吸わないなっていうふうに思いましたね。でもともとね、タバコの匂いそんなに得意じゃないとかね、正直言って今逆に嫌いというか苦手というか、嗅ぐとちょっと気分が悪くなるとかね、気持ち悪くなるっていうのもあるので、世の中がねこういうふうに分煙とか禁煙とかがね、当たり前の世界になって、私としてはありがたいなっていうふうに思ってますね。それにやっぱりこうね、周りで吸うのが当たり前の世界だとね、副流煙の方がこう体には悪いとか言うじゃないですか。そうすると自分が吸ってないのに、人がこう吸っていたタバコの副流煙を吸い続けることによって、その人間が肺がんになってしまうとかね、こんな迷惑なことってないですよね。だからそれもなくなるような今の禁煙分煙の世界になってよかったなっていうふうには思ってます。ただね、タバコを吸う人はね、別にそれは好きで吸ってらっしゃるので、特にねその方たちをね、なんていうか糾弾しようとしてるとかそういうのはなくて、だから今現在のマナーにのっとって、禁煙の部分では禁煙のところで吸わずにいておいてくださってたら、ちゃんとねルノワールとかねそういうところでもしくは喫煙 OK なところとかで好きに吸っていただければ、なんていうかこう住み分けをねしていただければ、全然吸ってる人でもいいとは思いますね。そうそう、その分いっぱいそこで税金払っていただいてるのは、吸わない人間からするとありがたいっていうのはありますし、そうそう、あとはね、ちょっとお付き合いとかね、男女関係のお付き合いとかする上ではタバコ吸ってる人はちょっと無理だなっていうのは昔からありましたね。やっぱそもそもタバコが苦手なので、ちょっと無理っていうのは、それはね、相手の人間性とかがすごく良くても、そもそもなんかこうタバコの匂いとかで気持ち悪くなってしまうので、だからタバコ吸ってる人が吸ってるからダメというよりも、自分自体がその匂いとかで気持ち悪くなってしまうから無理だなっていうのはありました。だからただね、その人がすごく素敵な人だったりとかして、自分が惹かれてしまう、もう好きになってしまったらしょうがないけど、だからできればタバコ吸ってる人を好きにならなければいいなっていうふうには思ったりとかしてましたね。なんでしょう、そんな感じで昔と今ってそういうルールとかが結構
昔のことってマジでみたいな、結構変わったことあるなと今から思うと、そのシートベルトでもこの飲酒運転とかもね、一杯までなら OK とかね、そういうのとかね、普通に飲んで運転するのも結構普通だった時代、酔っ払わなければ OK みたいなね、とかね、ちょっと考えらんないですよね。あとそれで思い出したけど、原付バイク、原付ノーヘルとかね、結構普通だったんですよ。今でもそれ考えられないですよね。てか今最近自転車もヘルメット着用になりました。多分そうですよね。街で見かける自転車の人ヘルメットかぶってたりとかして、なんかでチラッと聞いたような気がする。ヘルメットがつけなきゃってことになったんですよね。ヘルメットをしてる、へーって思ったりとかしました。なんか昔ニュージーランドにワーホリとかで長期滞在してた時に、ニュージーはヘルメットをしなきゃいけないっていうね、法的ルールがあったので、ヘルメットをしながら自転車に乗るっていうのがあって、それをね思い出しましたね。そうそう、だからヘルメット文化も変わってきて、うん、そうそう、だからこのシートベルトとか飲酒運転の甘さとか、原付ノーヘルとか、あとタバコを電車で普通に吸っちゃうとか、そういうこの昭和とか平成初期のおかしな時代、今から思うとちょっとおかしいっすよね。なんかそういうのを思い出して、いやー、その時代に生きてたら普通なこともこう今から思うとちょっとやっぱあれおかしいよねっていうのがあったっていうのをね思い出しましたね。あとタバコで言うと、あのちょっと話はずれるんですけど、私今4年ちょっと前に東京から今のちょっと地方のところに引っ越してきたんですけど、引っ越してきてちょっと驚いた一つのこととして、家の最寄りの駅からこの私のうちまあまあ駅に近いんですよね。だから夕方くらいその駅の近くのスーパーとかに行ったりすると、仕事を終えて帰ってきたサラリーマンとかが駅からこう普通にこう歩いてたりとかする道を通ったりとかするんですよ。それでびっくりしたのが、歩きタバコをしてる人がたまにいるんですよね。だからその人が特別とかじゃなくて、稀にっていうか数人とか見るんで、だから結構地方ではなのか、今私が住んでるエリアがなのか分かんないけど、今でも歩きタバコはエリアによっては結構普通にしちゃうんだっていうことに衝撃を受けました。なんていうか、みたいな、それちょっと東京に住んでた時から考えると、そんなやついたらちょっとみんなにジロジロ見られて、みたいな、あの人マジみたいな雰囲気になって、そもそもそれがものすごいイレギュラーというかありえないくらいの状態になってるんで、そうそう、よっぽどね治安が悪い一部のそういう土地以外のところの普通のところではそんなことはありえないって思ってたんで、せめて歩きタバコしてるんだったら携帯灰皿、いや携帯灰皿持ってても歩きはしないな、立ち止まり携帯灰皿タバコですね。だからちょっとびっくりしたっていうね、カルチャーショックを受けて、へえ面白いって思った記憶がありますね。どうなんですかね、今でもこうちょっと地方とか行くと歩きタバコって、もちろん混んでないとこですよ。こう人がいないような、人がいないって言ってもね、こう混んでないだけで普通に一本の道に何人かちらほら人が歩いてるぐらいなんですけど、うん、なんか歩きタバコっていまだにあるのを見たわって思ってびっくりしましたね。そうそう、なんかね、そんな昭和の時代のおかしなルールというかね、そういうのがありますよね。あとおにぎりを手で握るとかね、今はこう雑菌が繁殖するからとかそういうのもあって必ずラップで握ったりとかするじゃないですか。でも昔はね、普通にその家のお母さんとかがね、手を洗った手でね、きれいに洗った手でそこにお塩を手のひらにつけて、お米を直接握って熱々とか言いながらこう握っておにぎり作るっていうのが普通でしたね。それで夏とか傷まないように梅干し入れるとかね、
梅干しで梅干し万能説みたいな感じで、ね、梅干し入れときゃ大丈夫みたいな感じで手で握ったおにぎりを食べるっていうのが結構普通でしたよね。それが気持ち悪いとか汚いとかいう感覚は全然なかったですけどね。今からしたらね、たとえ自分の本当の家族のお母さんであっても手で直接握ったやつなんてちょっと不衛生じゃないみたいなね、そういう風潮あるんじゃないですか。しかも他の家のお母さんが握ったおにぎりなんて、たとえラップで握ってたとしてもみたいな人が一部ではいるかもしれないですよね。だからなんかね、こう時代が変わってくるっていうのを、こういう日常の些細なことでもおもろいもんだななんて思ったりとかしましたね。そうそう、だからこれ今の20代の人とかすると、そんな昔のことはなんだろう、テレビとかこう年長の人から聞いたりしない限りは知らないでしょうけど、しかも年長である私たち世代でもね、意外ともう今の時代のあれに慣れすぎちゃってて、ああそういえばそうだったなんて言われてみないとこう思い返せないくらいのことってあると思うので、今から思い出すと、その昔のそういう当たり前だった日常のルールとかって、こう俯瞰してこう第三者目線で比べてみるとちょっと狂ってるっていうかね、昭和平成初期のおかしな時代みたいなねそういうのありますよねっていうことが思いました。まあそんな感じですね。だからなんだろう、私が子供の頃、まあだから昭和の頃と今の頃とかをね比べたら、もうほんと30年とか30数年前かとかになっちゃうわけですけどね。だからね、このあと30年後とかもまた同じくらいいろいろ今の常識がマジでみたいな風に言われるくらい、ちょっとその30年後の非常識になってるかもしれないですね。前の動画でもちらっと言ったけど、もしかしたら30年後とかは自分の手で手動で運転するとかね、信じられないみたいになるかもしれないですよね。AI かける車っていうのがね、もう当たり前になって、自動運転が当たり前になって、人が手でね手動で運転するなんてね、それってスポーツじゃないの？レーサーの車を運転するレーサーのスポーツじゃないのみたいな感じになるんじゃないですか。一般の人が移動手段として車を運転してるなんて、そんなんありえんのみたいな、危なくねみたいなそういう時代が来てるかもしれないですよね。すごく便利ではあるし、その頃私もねおばあちゃんになってるから、そういう自動運転とかがね普及していれば、こう田舎とか住んでてもね、こう自分で運転しなくても車で移動できる、車というよりもこう動く空間みたいな感じになってるかもしれないですけどもね、こう決められたルートみたいなところがね、だからそういう時代になってて、すごく便利だろうなって思ったりしますね。ただそう思う反面ね、そういう乗り物とか、もしくは自分の情報とかデータとかそういうのもですけれども、どんどんねその個人情報とかそういうのがこういろいろこう握られてる状態であり、さらにこの AI とかでね、この遠隔操作とかもいろいろできるようになっているので、今でもなっているので、例えば AI と車とかでね、こう自動車車というものに乗っていた時に、例えば何かのこの陰謀であいつを抹殺したいとかしたらね、何かの電気機器のね不具合とかね、そういうのをね遠隔操作でやって事故とかって起こせちゃいますよね。そう考えるとちょっと怖いなって思ったりとかしますよね。そうそう、だからね、なんかいろいろ時代は変わっていくんだろうななんて思ったりしたっていうね、ちょっと2025年後半に入って少し疲れが出てやさぐれた私のが、ちょっとなんとなく話してみた、なんとなくぼーっと昔を思い出した、昭和と平成初期と比べて、ふと今の時代を俯瞰して見てみたらそうだなって思ったっていう48歳の夏でございましたということで、それではまた。